ファインダーに全神経を集中させて被写体をフィルムに描いていきます。これまでに回したフィルムは実に35万フィート。日本が世界に誇る映画カメラマン宮川和夫さんです。宮川さんは今年85歳になりました。これまでコンビを組んだ監督は黒澤明、溝口健二、市川崑をはじめ日本を代表する映画監督ばかりで、その数は42人。撮影した劇映画は合計134本にも上ります。昭和25年に作られた映画「羅生門」のセットの額は今も宮川さんの自宅に大切に保存されています。羅生門は黒澤明監督が大英京都と1年の契約を結んで作った作品。黒澤監督はこの映画で初めて宮川さんとコンビを組みました。大英って言ったら宮川さんですわね、キャメラで。当然宮川君とも仕事したかったしね、羅生門撮る楽しみの一つはやっぱり宮川君と仕事をすることですよね。僕自体食ったもんだけど黒沢思いもしなかったしね、本当。後にベネチア国際映画祭でグランプリを取った羅生門。映画会社の違う2人が初めて組んだこの作品は実験的な試みにあふれていました。羅生門のカット尻と書かれたフィルム缶です。宮川さんの自宅には134本の映画のカット尻が全て残されています。カット尻とは撮影済みのネガフィルムの断片でテストピースとも言います。カメラマンがフィルムの現像の具合を見るために残すもので、このテストピースを頼りに照明やレンズの絞りの具合を決めました。映画「羅生門」のテストピースをつないだ映像です。テストピースは実際に映画に使われるカットの前後何コマかを切ったもので、このように映像として映し出されることはありません。テストピースに映っていた黒澤監督当時42歳。44歳の宮川さんとのコンビは情熱と情熱のぶつかり合いでした。僕の注文は要するに太陽の方をまこともに向けて撮ってくれと。で中には太陽を狙ったカットもあるからって、当時初めてなんですよ。その太陽へ向けて太陽そのものを撮るっていうのはね。僕自体のなんか絵のつかみ方とかなんとかとはやっぱり見極められたんだと思うけどね。黙って何も言わないんだもん。なんか向こうはあれだとか何も言わないの。お芝居するだって言って。とにかくここから見といてよお芝居やったらそれで適当につかむで。適当につかんで。僕勝手に大きさサイズだとかなんとかって言って聞くで、サイズを大きく持ってきますからフルーツかって、いやそれお芝居によってあれだからいっぺんやってみるからって、で君の思いで切っていってって。羅生門の撮影は昭和25年の7月、奈良県内の森の中でスタートしました。ロケの初日、木こりが深い森へ入っていくシーンを撮影するために長い移動用レールが用意されました。
原作は芥川龍之介の「藪の中」。森の中で一人の侍が殺されますが、それをめぐって当事者は自分の都合のいいように証言します。真相は原作の題名通り藪の中です。黒澤監督は導入部に木こりの長い歩きのシーンを設けました。木こりの分け入る森の深さはこの物語の奥深さも暗示しています。現場でのリハーサルを見ていた宮川さんはレールを使った長い移動ショットで監督の意図を表そうとしました。レール1本しかないので、それをこう最初はロングからずっと切ってキャメラのレールの一番初めのとこでこうチークを当たってくると、それでつけて横移動で半身で掴んでずっとこっち来てて横側で持ってきて、それで今度これ向こう行って遠く行ってまた7分ぐらいになってこうまでこっちこれずっとつけ回して。ワンカットの中で木こりの姿はロングからアップ、右側から左側、そして後ろ姿へと捉えられてゆきます。このシーンは移動するカメラのレールの上をさらに木こりがまたぐことで撮影が可能になりました。ロケの初日、意表をつく撮影方法で宮川さんは黒澤監督を驚かせました。最初のそこの青くてあれでこの野郎なんかやると思ったんだろうけど、森の中の移動が最初に面白かったと思って面白かったらしいね。えらいご機嫌でその夜大変な大騒ぎになったんやけどね。さらにこの映画ではもう一つの実験が行われました。鏡による照明。太陽の光を鏡で直接人物の顔に当てる照明です。森の中に相当暗い部分があるわけですよね。だからそれを全部鏡を使ったんですよね。鏡をこう日の当たってるとこからもこういろいろにこうつないで持ってきて、これの使い方が実に斬新だったし、面白い効果が出てますね。これは宮川君ですよ。その鏡使いましょうって言ったのは。普通野外の照明には銀紙を貼った反射板が使われますが、宮川さんはテストピースで判断しながら鏡による照明を行いました。衣装部から借りてきた大きな姿見です。これはとっても僕は有効だったね。まともにきつく当たりすぎてあれだったのと、前の方に枝を細かな枝かなんかふっとこうやればボケるっていう鏡が効果で、鏡森の中で僕は光として成功してたなんだってやっぱり鏡だな。衣装部にある鏡を無理って2台持って撮影者のこと構っちゃいない。一番苦労したのはね、その森の中に入っていく時でもいろいろ芝居してる時でも木の影をねこうたくさん顔に出したいんですよ。ところがね、森の木が大きいでしょ、高いでしょ。その梢の
影がここへ当たっててもそれはねぼやけてて映らないんですよ。影としてはなんかボワボワっとしてるだけで。だからキャメラに入らないギリギリのところにねこう金網みたいのを引っ張ってその上にこう木並べとかないとね影が相側に出ないんですよ。それがねとても手間かかるんですよね。太政丸が目覚ますとこがあるでしょ。あの木の影もこう太政丸のすぐそばへ枝持ってってて、そんで鏡で太政丸にその影をこう映しといて、そんでこういう風でもって動きますわね。でそういうとこはだから嘘って言えば嘘なんだけど、嘘をついて初めて感じが出るんですよね。羅生門のオープンセットで撮ってる時、その空抜きになるところがあるでしょ。で白い空では雨見えないんですよね。それなんかね墨汁入れてね降らしたりね随分苦労しましたよ。見えないんですよ、いくら降らしても溶け込んじゃって。だいたい映画の雨ってのはね春雨でも暴風みたいに降らせないとね映らないでしょ、映画の雨っていうのは。羅生門っていう作品はキャメラがまあいわば大活躍してる作品ですよね、他の作品に比べて。